結果学も私にとっては、やっぱりプラス、何がプラスかっていうと、とにかく寝てるしかないわけですから、なんかやってるわけない。そうすると、必然的に本を読みます。ちょうど、昭和文学全集っていうのがいたんですよ。それをまた、購読することにして、もう、隅から隅まで見ましたね。暇だもん。それで、本を読むためのベッドについた、こういうやつがあるの。そこに本を入れて、寝ながら読むという方法でやりましたね。で、夜になるとちょうどね、私入院してから1年目か2年目の途中だったと思う。君の名はってのはラジオで始まったわけ。夜になるとこっちの男の大部屋も何も全部明かりが消して君の名を聞きました。で、君の名はってのを一斉に聞いたなんかしましたね。で、あそこの霊場の経験ってのはそういう意味ではいい経験しましたね。で、いろんな人が入ってくるんですよ。患者として。もちろん社会的地位の人も入ってくるし、いろんな職業の人も入ってきますね。だけれども、療養時っていうのはそういう一般社会の地位であるとかのは関係ないです。病気が重いかどうかっていうだけでやっぱり決まるんですよ。何いくらいろと回した人かもしれないんですから、同じ部屋の中の人が朝トイレ行って喀血して死んでるんだから、喀血ってのは、その気管支に血が詰まっちゃうから、つまり窒息ですよね。私の部屋でもありましたし、結構霊場の中ではそういうのがありましたね。で、そういうことで霊場ってのはある意味では自分を見直すいい機会だったんです。先生を経験して、そして職場に戻って、そして結核という当時不治の病って言われた病にかかって、でじっと天井を見つめながら寝てると、これはねやっぱりある意味では良かったかなという結果論だけど当時はやっぱりそう思ってるっていうのは、職場に戻らないとクビになるわけだからね。だけど、結果論で言えば一つの自分を見直すいい機会だったという思いはありますね。で、その頃から千葉に任せて信濃のことをざら紙に書き始めたんですよ。で、思い出せるものから、それがやがてずーっと後になって岡っていうの本州で一緒になった岡から書いてみないかってやるだけ、いや実は手元にね古いんだけど雑紙に書いたのあるからちょっと読んでみてくれないかって言って送って、私は仙台、岡は横浜にいましたので送って、で彼が読んでみて、これは出版できるなって言って、時々仙台に来て補足することを聞いたりしながらあれが出来上がったって。今から20年近く前でしょうか。そうです。取材ずっと後でまた10年ぐらい経って一番最後の取材は丸という、あれですね、本の取材ですね。それからかなり経ってから NHK の取材が来ましたね。
もう90、89か、もうその頃ですよ、命が初めて我が家ただに来た。しかも東京から来ましたからね。その時はね、もうこれが出てましたので、出てて、そしてね、もう確かその頃単行本になっていたんじゃないかなと思います。ですからもう話すことに対しては興味あるならですよ。興味あるのはいいじゃないかと思ってましたね。確かにこの本を書いたから記憶が残ってる。そして、その部分は聞かれれば話せる部分が多いということだと思いますね。ただし、私の同じ白野でも経験した部分だけですけど、記憶が書いたから残っているという部分はありますね。たまたま書いたからわからない部分は書いたものを見りゃ少なくとも時系列の部分は分かりますのでね、そういうことだったのかって分かりますんで、それはこれ残したっていうのはそこそこにいいことかなと思いますが、海軍の兄貴でさえも知らんのってなんだっていう、いや実は空母だって話しても聞いたことないっていうもんね。戦後私は職場に入ってからも分からなかったですよ、知らんのことについては。ですから、語ることがなかった。たまたまそれに書いてあるように、その岡が私電電公社に入ったんですけど、電電公社の本社の時、とにかく初めて彼に話したっていうことですね。たまたま何かいつか書かねばならんと思って記録してたんですよ、ずっと経緯を。で実はつって彼に見せて、そっちこっち話持って言っても受け付けられなかったらしいんです。でたまたま知ってる出版社に頼んで出したということみたいですね。そんなこともありましたね。去年ですかね、福島の中央テレビがやはり取材に来て、そして放送してるんですが、本当にローカル放送ですね。ところが放送してみたら反響が大きいのでっていうんで、寄せられたやつのうちの何人かのやつ記録したやつをね送ってくる人ですよ。とにかくね不思議にしょうがないのね。幻の船だから関心持つのかなと思ったんだけど、どうも福島中央テレビのあれを見ると、感想とかあれを見ると、何に関心持ってるのかなっていう気がしましたね。確かに幻だってことと、もう一つはそうか、戦争っていうのはこういうことかっていう思いもあって、の反響があったみたいですよね。戦争への興味なのか、船への興味なのか、あるいは一人の少年が歩んだことへの興味なのか、私も分からない部分がありますね。人生は悪くなかったかなと。働いてるってことはいいことですよ。子供の亡くなるってのは辛い。人生ってのは限りなく未来があるんですよ。